いやすごいですね。こんなもう満杯なの本当に嬉しい限りで、さっきまで緊張したんですけど一気にここでスタートしたということで止まらずに行こうと思います。皆さんはプロアスリートって聞いてどんなイメージを思い浮かべますか？最初こそうわすごいなとか、あ海外のレースでもとか出場するんですかとか、そんなイメージを抱きます。でもすぐにですね、いやでもそれって本当に食っていけるのとか、いやでもアスリートってもうあと何年かでしょみたいな、どうしてもそんなイメージを抱くと思います。プロアスリートってどこか打ち上げ花火みたいにポーンと打ち上がって咲いたらあとは消えていくだけみたいな、そんな儚いイメージがあると思います。実際現実問題ですね、戦力外通告とかプロアスリートのセカンドキャリア支援とか、さまざまな、スポーツの結果以外のニュースではネガティブなニュースが多く取り上げられています。今日はですね、僕自身が東京で生まれ育った僕が山梨に移住して、そしてプロアスリートとして活動している、そのこれから見ている景色とか今見ている景色、その景色を皆さんとシェアしていきたいと思います。僕自身は地域密着型、山梨県の北杜市というところで、を拠点に地域密着型のプロアスリートとして活動しているエース栗原と申します。よろしくお願いします。エースというのはですね、これ誰かに名付けてもらったわけでもありません。またピース又吉とかアンジャッシュ渡部とか、それに憧れて名乗ったわけではなく、きっかけがですね、大学1年生の時です。僕今31歳なのでもう13年前のこと。大学1年生のトライアスロン部に入部する時です。先輩が20人いて新入生が10人いる。この自己紹介で一発で顔と名前を覚えてもらうためにはどうしたらいいかな、そこで僕は思いつきました。国士舘大学1年エース栗原です。こんな感じです。もうどよですよ。もうなんか自分で言ってるやついるよみたいな。でもね、この自己紹介が終わった後に先輩がこう話しかけてくれたんです。お君さ、自分のことをエースって言ってた子だよね。僕の作戦は成功したわけですね、晴れて。ただし実際僕ここまでトライアスロンやったことないです。ないのにエースって名乗ってる。それに僕はエースになるべく練習を積み重ねなければなりません。水泳と陸上競技は高校生までに経験していたので、僕の一番の課題は競技用の自転車でした。僕は思いつきます。練習方法、実家のある江東区から多摩市の長山の校舎、往復80キロです。自転車で通学しようと、そんなことを思いつき、そうすると月々に漕ぐ自転車の距離1000キロです。サンデードライバーより多いです。さらにそこに水泳の練習、ランニングの練習、そしてアルバイト、そんな大学生活の中に練習を常に組み込みながら、一つきっかけがありました。きっかけが起こったのは大学3年生の時です。僕はデュアスロンという種目、これはトライアスロンの水泳がランニングに変わった種目です。ランニング、自転車、ランニングっていういかにもド M な種目なんですけども、この種目の23歳以下の日本代表に初めて選出されたんです。一番最初の世界選手権は散々でした。下から2番目です。ドベでゴールしました。ただしこれをきっかけに僕は自分で言うのもなんですけども、飛躍的な競技力の向上を遂げます。なんと翌年日本チャンピオン、そしてドベだった世界選手権が6位入賞、さらにその次アジアチャンピオンになります。その頃になるともう本当に僕は企業からサポートを受けて活動ができるようになりました。競技ウェア、靴、自転車、いろんなものを提供してもらって、さらには競技活動費の一部も援助してもらって、俺はこのままプロになれるなと、そして結果をもっともっと残さなきゃいけないなと思っていましたし、企業からもそんな結果を求められてサポートしてもらっていると思っていました。ただしそんな競技生活は長く続かず、大学院2年生の時ですね、世界選手権で6位になったらもっと上を目指そう、メダルだ、3位を目指そう、日本チャンピオンだったらもっと日本チャンピオン2連覇3連覇続けよう、そんな思いで練習が義務になっていました。そして陥ったのがオーバートレーニング症候群。何やってもだるい、心拍数も常に高い、そんな状態でやっている練習、パフォーマンスも落ちます。結果も出ません。タイムも出ない。そしてモチベーションも下がっていく。そんな負のスパイラルに僕は陥っていました。大学院の2年生の時、勝っていた選手にも負けるようになり、
世界的にも全く結果を残せずに終わりました。そして大学院の卒業を間近に迫った頃、僕に待ち受けていたのはスポンサー契約の終了でした。単に競技の活動費が止まったわけではなく、なんと競技自転車も返却しなければならないという状況でした。結局僕、返却をして大学院卒業した時に手元に残ったのはボロボロのウェア、靴、そして行くあてもない自分自身だけでした。そして大学院卒業した僕はどうなったかというと、フリーターになりました。新宿の天ぷら屋さん、11時までバイトします。夜、その後ファミリーレストランの深夜勤務で6時までバイトをする。そして日中は寝る。そんなザ・フリーターのような生活をして、まず親に申し訳なかった。ここまで大学院まで出してもらったのに俺今フリーターしてるのか、そんな惨めな気持ちですいっぱいでした。次のきっかけが起こったのは、そんなフリーターの生活を送っている時に、大学院の時お世話になった教授から電話がかかってきます。おい栗原、お前今フリーターなんだって。もうプロのアスリートにもなれそうにもないし、山梨で先生だったら紹介できそうだから、お前挑戦してみないか。この電話をきっかけに僕は山梨に移住をして、晴れて高校の先生になりました。僕はほっとしてました。それは就職できたからじゃないんです。なんでかっていうと、過去の眩しい栄光から逃げることができた。その頃の僕が一番嫌いだった言葉が、日本チャンピオンだったエース栗原君です。そんな紹介を受けると、僕自身がどんどん心がすさんでいく。そんな言葉から逃げる、その場所が縁もゆかりもない山梨という場所だったんです。教員の生活を少し続けて、ある時僕はふと走ってみたいなと思いました。それはかつて義務感に問われて走っていた練習ではなくて、本当に心から走りたい、単に走りたいから走る、そんな純粋な心さえも忘れていたんですね。そして走ってみた景色、山梨で見た景色が素晴らしいものだった。あ、走るってこんな楽しいんだな。そんなことを実感した次の瞬間には、もう一回トライアスロン、デュアスロンに挑戦してみたいなっていう思いが湧き上がりました。ただしこの時僕には競技用の自転車はありません。その時に最後東京にいる時にお世話になっていた自転車屋さんに連絡をします。あ、今度東京に帰る時に立ち寄っていいですか。あ、じゃあ待ってるよ。そんな形で僕はその自転車屋さんに立ち寄ります。そして僕はもう一回競技やりたいんですよね。そんな言葉に返ってきたのが意外すぎる言葉だったんです。そう言うと思ったよ。いまだに僕が逃げたのに応援してくれる人がいるんだなってことを実感した言葉でした。さらにその言葉とともに出てきたのは立派なロードバイクだったんです。その店長はそのロードバイクをこう言いました。ああ、店で落ちてる部品で作ったからお前にやるよ。本当にやりたくなったらもう一回来な。そして僕は本当にやりたくなるんです。教員生活を続けながら競技復帰を果たしました。もちろんすぐに結果が残ることはなく、勝っていた相手にも負ける日々、悔しい、またこんな思いをするのかって、もう一回そんな惨めな思いをするのかって思っていました。そんな競技生活を続けながら徐々に成績が残りながら、次のきっかけが起きます。それは教員3年目の冬でした。僕自身高校の先生で、高校3年生の授業、自分が受け持つクラスの授業でこんな課題を出しました。10年後の夢を描こう。18歳の子供たちに28歳の夢を立てる。どんな夢でもいいよ。お金とか地位とか名誉とか偏見関係ないよ。これ僕にも解いてみようと。27歳の僕が37歳の時にどうなっていたいか考えた結果、導いたのが情熱大陸に出たい、そんな目標でした。どうしようもなく思ってしまって、そしてその時は教員からなることは思いつかず、この地域に根付いて、そしてアスリートとして活動していけば出れるんじゃないかな、10年後として。そんな思いを抱いたが最後、僕は翌年教員を辞めていました。校長にもそんなんで食っていけるのかと言われました。それに対して僕は食ってきますと言っただけで、実際4月になって僕は収入がゼロ、スポンサーゼロだけど、月々15万から20万円は試合のために出ていく。半年で貯金が半分になりました。それでも半年続けていると、
少しずつ地元のパン屋さんとか居酒屋さんとか支援をしてくれるようになり、僕は徐々に競技を活動を開始することが続けることができました。そして2016年、僕は6年ぶりにデュアスロンの日本チャンピオンに返り咲くことができました。それは学生時代、勢いだけで登って「わあ俺が一番だ!」って言って登り詰めた景色ではなく、山梨に逃げ込んでそれでも応援してくれる人がいて、そして地元に応援されながら掴み取った日本チャンピオン、まさしくみんなと一緒に掴み取ったと言える素晴らしい景色でした。その後僕はスポンサー獲得活動を続けるべく、一番最初は SNS の広告価値を謳っていました。僕はこれだけ広告価値ありますよ。だけどスポンサーの一人にこんなことを言われたんです。エースを見てると元気になる。俺も頑張ろうって思えるんだよ。それでいいよ。いつもありがとな。広告価値なんて考えてもいないよ。プロアスリートとしての根幹を見せつけられた気がしました。夢とか希望とかキラキラしている姿、それを与えるのがプロアスリート。さらにそのキラキラしている姿をまずは近くの人、地元の人、そういったところに提供するのが地域密着型のプロアスリートではないのかなっていうふうに思いました。プロアスリートは地域に根付くことで力を与え、そして応援をしてもらいながらさらに応援を上げているというか、応援をし合うという素晴らしい世界を構築することができます。さらに僕はプロアスリート、こんなふうに思っています。何のスポーツをするかではない、どこでそのスポーツをするか。そうすることで長く長くプロアスリートというのを続けていくことができるんではないかなというふうに思います。今年もさまざまなスポーツがテレビで取り上げられました。ワールドカップ、ピョンチャンオリンピック、ブラウン管の向こう側で頑張っている、自分の限界に挑戦する姿、困難に立ち向かう姿、そんな姿を見て僕らは夢や感動、希望をもらいました。夢や感動を思いました。もしもこれがブラウン管の向こう側ではなく、もっと身近にいれば、地元にいれば、生まれ故郷にいれば、もっともっと感じるものは大きくなると思います。そんな時に地域密着型のプロアスリートの存在が必要になってくるんではないかなというふうに思っています。そこで僕はこれから、僕は山梨県を拠点に地域密着型プロアスリートとしてのパイオニアとして47都道府県で地域密着型プロアスリートの発掘と育成をしていきたいと思います。そうすれば地域がさらに盛り上がる、アスリートも長く長く活動することができる、互いに高め合いながら地域を、そして日本を高め合う姿ができるんじゃないかなというふうに思っています。そして今これがホワイトアウトです。まさしく締めを忘れてしまうというね、やらかしました。ありがとうございますちょっと待ってください、本当に飛んだからね。そしてそうです、忘れました、自分の夢を忘れてました。4年前立てた夢がありますよね。10年後情熱大陸に出るという夢、あと6年です。ここに達成するためには今日出会った皆さんと共に高め合いながら、フィールドは関係ありません、お互いに頑張る姿というのがさらに高め合っていくパートナーのような存在になれると思います。そして僕は情熱大陸に出るという夢を達成し、皆さんも皆さんの夢を達成する、そしてさらに高め合って豊かな社会、そして世界にしていこうと、アスリートが地域や日本、そして世界を変えられるようになれるよう頑張っていきたいと思いますので、これからも今日から頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。九電最初の